皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの EX-NEXT のアップデート方法についてご紹介したいと思います。このアップデートの動画ね、ちょうどやろうと思ってたところにですね、リクエストもいただきましたので、今回いい機会だなと思ってですね、こちらのアップデート方法、動画にてご紹介したいと思います。なかなかね、文章だと分かりづらいところもありますので、今回ですね、こちらパソコンも用意してますので、この動画でですね、アップデートの方法1から、紹介したいと思います。それではちょっとカメラの、位置を変えていきます。はい、ではですね、パソコンの前に来ましたので、アップデート方法をご紹介したいと思います。まずですね、2つの、ソフトをダウンロードしていただくことになるんですけれども、まずですね、最初に、アップデートファイル。今はですね、ニュースのところから、ここから飛べるようになってるんですけれども、これ、時間が経つと更新して、消えちゃうと思うので、その場合はですね、こちらのサポート情報のところの、ソフトウェアをクリックしてください。で、そうするとプロポですね、プロポの、アップデートファイル 2.01 という、ここに一番最新のものが出ているので、こちらを、クリックしていただきます。で、これ 2.01 からなんですけれども、モデルメモリーの、バックアップを、する必要があります。これまず絶対に忘れないでください。これやらないとですね、データ1回初期化されちゃうので、モデルメモリーが、消えてしまいます。これ今回の 2.01 からなんですけれども、これを必ず行うために、こちらのですね、バックアップマネージャーっていうのをですね、まず、ダウンロードしてください。ここですね。ここをクリックして、ここをクリックすると、ダウンロードできます。おそらくですね、これ、回答しないと、いけないと思うんで、ダウンロードしたら、こちらのファイルを、回答してあげてください。この回答方法についてはですね、各パソコンによって違いますので、パソコンの、回答方法に従って、こちらダウンロードして、回答してあげてください。で、もう一つがですね、一度戻って、こちらの、どれだ2.01 ですね。これを、新しいソフトですね、ダウンロードしてあげます。これもクリックすると、ダウンロードすることができます。で、もう一つが、これが、ソフトウェア。これは NEXT をアップデートするソフトウェアですね。こちらも、ダウンロードしてあげてください。で、これも同じくですね、回答してあげる必要があると思うんで、ダウンロードして回答してあげてください。で、アップデートファイルですね。これ、ちなみにですね、EX-NEXT のアップデート、ちょっと分かりづらいんですけれども、こちらのマスターユニットとですね、エクスパンション、それぞれに、ファームウェアが入ってます。なのでですね、2つ、アップデートする必要があるんですけれども、まずですね、マスターユニットですね、こちらのメインのこのユニットなんですけれども、こちらの、アップデートファイル、現状ですとバージョン 2.00 が最新になります。で、今回のですね、NEXT の、こちらのエクスパンションのアップデートファーム 2.01 っていうのですけど、こちらを、使うには、マスターユニットのですね、2.00 の、アップデートファイルが必要になるので、こちらも、まだダウンロードされてない方はですね、こちらダウンロードして、1回アップデートしてあげる必要があります。で、これと、2.01 ですね。こちらの、エクスパンションユニットの、アップデート。こちらをまず2つね、ダウンロードしてあげてください。で、まずはですね、こちらのバックアップマネージャーの方から、それでは説明していきたいと思うんですけれども、最初にダウンロードしたですね、バックアップマネージャー。ダウンロードしてファイルに、このような形で、入ってて、一番上のが、アプリケーションですね。で、ここに、取説も一応 PDF のものが入ってるんで、こちらも読んでいただくと間違いないかと思います。まずはですね、こちらのバックアップマネージャー開きます。そうするとこのような、ものが出てきますね。で、まずコムポートを選択していただいて、今コム3につながっているので、こちらの ICS USB アダプター HS ですね。コム3を、選択してあげます。で、このコム設定についてなんですけれども、この ICS の、KO ドライバーっていう、ドライバーを、インストールして、コム設定をしていただくんですけれども、ここに関してはですね、ちょっとパソコンの
OS によってですね、やり方違いますので、ちょっとここまで今回やると長くなってしまうので、今回ここは、省略させていただきます。で、この方法についてはですね、ホームページの、ブログの方に、詳しく各 OS ごとのですね、設定方法を、紹介してますので、そちらの方をですね、参考にしていただいて、KO ドライバー、まず、インストールしておいてください。はい。で、それがですね、全部インストール、し終わっているという前提で、今回説明させていただきます。で、まずはですね、コムさんの、設定をしたら、次にですね、プロポ側の、設定になります。で、プロポ側はですね、データ通信モードにしてあげなきゃいけないんですけれども、まず電源入れていただいて、ファンクションですね。ファンクションのシステムで、この2ページ目ですね、データっていう項目があります。ここを、押してあげるとこのような画面になります。で、この状態で、ICS USB アダプターから、出てる線をですね、こちらのエクスパンションカバーを取って、ここにつないであげます。はい。はい、こんな感じですね。で、つないだら、スタートをします。そうするとですね、ここの、Read EX Next PC っていう、このような、画面が出てくるので、これでですね、EX Next の方は、通信モードに入ってます。で、この状態で、リードですね、パソコン側の、リードをクリックしてあげます。そうすると、これ読み込みますかっていう感じのメッセージが出てくるので、はいを選択してあげます。そうするとですね、このように、読み込みが始まります。これしばらくちょっと待ちます。はい。で、これでサクセスフルって出たので、うまく読み込めたっていうことですね。で、OK を押します。そうするとですね、ここに、モデルネームが反映されます。これ今ちょっと、テスト用にこう ABC、モデル ABC っていう、名前を付けといたんですけれども、これが、ここに反映されます。読み込みがですね、完了したら、プロポ側は、電源切ってこれ抜いちゃってください。これで、とりあえずですね、データの読み込みが完了になります。で、読み込み完了したらですね、コムポートまた別の、ソフトで使うので、一回、オフにしてあげます。一回オフにして、で、これこのままですね、画面の下の方に、しまっておいてください。こう消しちゃうとですね、モデル消えてしまうので、あくまでも消さないでこう下に、置いとく感じで、やってあげてください。はい。で、次ですね。次、いよいよ EX Next のアップデートに入るんですけれども、先ほどのですね、EX Next アップデータってやつを、開くと、このようなですね、アプリケーション出てきます。で、これはですね、あと分かりやすいように、それぞれのですね、ソフト、自分はこんな感じでエクスパンションユニット、マスターユニットっていう感じで、フォルダを作ってあげてですね、そこに、さっきのバージョン、2.00 ですね、アップデートファーム、こんな感じで、これ1から 2.0、2.01 ってあるんですけれども、入れてあげています。このような感じでですね、整理してあげると、分かりやすいかと思います。ではですね、早速アップデートしていきたいと思うんですけれども、まずですね、EX Next アップデータ、このアプリケーション、開いてあげると、最初に、まずコムポート、接続選んでくれっていう画面が出るので、さっきと一緒ですね、コム3を選んで、接続をしてあげます。で、次に、アップデートする、対象を選択してあげるんですけれども、まずですね、エクスパンションユニット、こちらのアップデートから、先に行ってください。で、これで、選んで次へを選択します。はい。で、次にですね、こちらの EX Next 側ですね、こちらの、画面のですね、この裏にボタンがついてるんですけれども、これを押しながら、こちらのですね、線を、さっきと一緒のところですね、刺してあげてくれっていう指示が出ます。で、それをやってあげます。ちなみにですね、これ、L 字の六角レンチがあるとですね、ここ、画面つけたまんまでも、押しやすいので便利です。自分は仕事柄アップデートすごいいっぱいやるんでね、こんな専用工具なんか作ってみました。これで、
押しながらですね、はい、ちょっと写すのが難しいんですけれども、押しながら線をつないであげます。はい、つなぎました。そうすると、このような画面が出てきますね。スターティングプログラムアップデート。この画面になっていれば、大丈夫です。はい、そうしましたら、次へを選択していきます。そして、アップデートファイルを選択するんですけれども、これ先ほどのですね、入れたフォルダですね。これ自分で、フォルダは、作って入れていただくんですけれども、先ほどの、フォルダから、2.01 ですね、を選択してあげます。さっきダウンロードした、ファイルですね。こちらを選択してあげます。はい、そうするとここに、出てきますので、この状態で、はいを選択してあげると、アップデートが始まります。で、この状態でですね、しばらく、このアップデートが 100% になるまで、少々お待ちください。ちょっと時間かかるので、ここは早送りしたいと思います。はい、これでアップデート完了ですね。そしたらこちらは、OK を押して、プロポ側はですね、こちら線そのまんま抜いちゃって大丈夫です。これで、エクスパンションのアップデートが完了になります。で、次にですね、マスターユニットアップデートしていくんですけれども、こちらのアプリケーションは一緒ですね。こちらのアップデータを選択して、で、コム3を選択。ここまでは、一緒ですね。で、次にこちらマスターユニットを選択してあげます。そして、次へを、選択します。そうするとですね、今度、マスターユニット、通信ボードに ICS、USB アダプター HS の接続コードを接続します。今度はですね、何も、裏のボタンを押しながらとかではなくですね、そのまま挿してあげます。はい。そうするとですね、最初にこのようにオールリセットがかかります。これね、今回のバージョン 2.01 っていう、ファームからできるんですけど、こうなるんですけれども、オールリセットかかってですね、一回、ここで全部モデルメモリーがリセットされます。今、もう、消えて元の画面に戻ったんですけれども、ここでですね、メモリーリセットされてしまうので、先ほどのですね、バックアップマネージャーで、バックアップ取らないと、全部モデルメモリ消えてしまうので、そこだけご注意ください。はい。で、オールリセットが終わったら、この画面ですね。この画面になるので、まずちょっと、パソコンの方を最初に進めちゃいましょうかね。ここ終わったんで、次へを進みます。そうするとですね、まず電源オンにしてくれって書いてあります。電源オンにしてくれって書いてあるので、ここ電源オンにしてあげます。そして、次へ押してあげると、こちらのですね、マスターアップデートという、アイコン、選択してくれと書いてありますので、こちらですね、マスターアップデート、ここでエンターを押してあげます。そうするとですね、スターティングプログラムアップデート、これでですね、プロポ側はもうアップデートモードになりましたので、プロポの設定は、これで OK です。はい。OK なので、こちら次へを押してあげて、アップデートファイル選びます。これも先ほどと同様ですね。自分で、分かりやすいように作ったフォルダ、今、マスターユニットのアップデートファーム、というところに自分は入れたんですけれども、自分が分かりやすく作ったファームをですね、フォルダを、選択してあげて、先ほどダウンロードしたファイルを、選択してあげます。これでマスターとエクスパンション2つあるんでですね、こちらだけ、間違えないように、してあげてください。仮に間違えちゃったとしてもね、書き込めないので、書けませんって、エラーが出るだけなんで、そしたらですね、間違えてるなって思っていただくのがいいかと思います。はい。ではこちら、マスターのファイルを開いていって、さっきと同じですね。ここで、はいを押すと、アップデートが始まります。はい。で、この状態で少し待ちます。はい。これで完了ですね。OK を押してあげます。そして、プロポ側も、電源切って、線を抜いちゃってください。これでですね、ひとまず、アップデートは完了になります。で、確認方法として、電源入れるとここに下にバージョン出てきます。
2.01、もうすぐ消えちゃいましたけど、2.01 の、2.00、出てましたね。で、これ今1回全部初期化されているのでですね、VR インフォメーションの画面出てきます。なので、この作業をしてあげます。まずアクセルブレーキですね、全開、フルバックですね。で、ハンドルも右全開左全開切ってあげて、OK っていうですね、VR インフォメーション、の作業をやってあげると、普通に、起動します。一回さっきすぐ消えちゃったのでもう一回、立ち上げてみるとこれ 2.00 2.01 出てますね。出てるので、これで正しくアップデートされています。はい、ここまでできたらですね、先ほどの、メモリですね、パソコンに入れたメモリを、こちらに書き戻してあげます。で、先ほど、しまったこちらですね、バックアップマネージャー、もう一回開いてあげて、コムポートも、選択し直してあげます。そして、プロポ側も、先ほどと同じですね、ファンクションの、システムの中のデータですね、この画面で、こちらの線をつないであげます。はい、そして、スタートですね。これ先ほどの、パソコンにですね、読み込んだ時と一緒ですね。で、次はですね、書き込みなので下のライトを、選択してあげます。これで、ここのデータをですね、プロポの方に今度書き込んであげます。はい、でまた、こちら、書き込みますかという表示が出てくるので、はいを押すと、書き込みが開始されます。こちらが 100% になったらですね、書き込み完了になります。はい、こちらで、サクセスフルって出てきたので、無事に完了ですね。もしですね、ここでもし詰まってしまってエラーが出てしまった場合はですね、一回やり直してみてください。で EXNEXT ね、それでもダメだったら、EXNEXT の方ですね、ちょっとオールリセットをかけたりして、やり直してあげると、できる場合があります。それでもですね、どうしても、書き込みできないっていう場合、ごく稀にあるんですけれども、そういう場合はですね、おそらくモデルメモリーがもう、アップデートする前の段階でですね、もうバグってしまって、ちょっと壊れてしまっていることが考えられるので、そうするとですね、ちょっと、戻すのは難しくなってしまいます。その場合はですね、ちょっと申し訳ないんですけれども、モデルメモリーは諦めていただく形になります。大体はですね、一発でできるのと、ですね、できなかったとして、一回オールリセットでやり直してもらえば、大抵の場合は、できるかと思います。はい、これでですね、アップデートは完了になります。で、これも、電源切って、線抜いてしまいますね。で、一回確認してみましょうかね。電源を切ると、電源入れるとですね、で、こう今 A って出てますね。ってことで、モデルちゃんと今回反映されているので、無事に、モデルメモリ移行も完成しました。ということでですね、これで、アップデート作業、完了になります。無事、こちらのプロポ、最新版の、バージョンにアップデートすることができました。はい、でアップデートのですね、内容ですね。内容に関してはですね、ホームページの方で、詳しく、書いてありますので、そちらを見ていただけたらと思います。はい、このような形でですね、EXNEXT の、アップデート、結構簡単に、やることができます。今後ですね、また、EXNEXT ですね、どんどんファームウェアを良くしていくためにですね、またアップデートファーム公開することがあるかと思います。なんでね、わからなくなったらまた、こちらの動画を見て、アップデートを参考にしていただけたらと思います。はい。こんな感じで、今年おそらくこの YouTube 年内最後の、更新になるかと思います。今年も YouTube、見ていただきありがとうございました。また来年もですね、またいろいろ企画ものなんかも、面白い YouTube、やっていけたらと思いますので、ぜひ来年も、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年を。